さあ、皆さんどうも、こんにちは。今回のテーマは、最近の自転車業界ってどうなんっていうところをですね、ちょっと私、いろいろと情報を聞いてまいりましたので、お話ししていきたいと思います。いろんなところでね、喋ってる人もいるし、はいはい、その話ねってなる人もいると思いますけども、まだね、知らない人もいるかもしれないので、そのあたりですね、おしゃべりしていこうかなと思います。皆さん、自転車業界、今どんな感じかってご存知ですか？コロナとか。戦争とかでですね、もう物が入ってこない、パーツ不足っていうところは皆さんですね、実際に体験している人も多いと思うので、なんとなく分かってる人いると思いますけども、一昔前までですね、自転車ブーム来たとなりましたよね。コロナの影響で外出できない、やべえどうしよう、ずっとリモート、もう超体不健康みたいな。よっしゃ、自転車買ってエクササイズしようみたいな。誰にも迷惑かけないし、一人で、走れるし、そうしよう、最高じゃんって言って、自転車めっちゃ売れるみたいな。この和風のローラーとかめっちゃ売れるっていう時代がちょっと来ましたね。特需って言われる特別景気がなんか急に良くなっちゃうみたいな。やばい、売れるっていうんで、パーツ作れと依頼するものの、やっぱりコロナで全然ちょっとなんか工場動かないみたいな。もう全然人が来ない。動けません。また、戦争の影響で、もうパーツとか全然来ないっていうんで、需要に対して供給が全然追いつかない感じで、もう欲しいのに手に入んないってな感じでですね、なかなか自転車パーツ、フレームしっかり、関節車しっかり届かない時期が続きましたけども、最近はね、そうでもないです。むしろ余ってます。在庫余ってますよという状況でございます。自転車のメーカー、パーツメーカー、いろんなところがですね、正直ピンチです。ピンチなところが非常に多いのが現状でございます。日本においては、もう在庫余ってます。もうバンバン買ってくださいっていう感じではないところもあります。まだまだ入んないよってところも結構あるんですけども、世界的に見たらそんな感じでございます。ざっくりと言うと、自転車求められてる、さあ作れ作りたいけどコロナで作れない、戦争で作れない、いやでもいいから作ればくれ、もうこれから自転車めっちゃ売れるんだって言ってブワーって注文めっちゃしますけども、コロナもちょっとパンデミックもちょっとなんか収まっちゃったみたいな、あれみたいな、みんなのね行動制限なんか解除されてるぞと、サイクリングしなくてもいっかみたいな、ローラー買わなくても普通に外出れるしいっかみたいな、そういう人、いわゆる自転車を必要としなくなってしまう人がまた急に増えちゃったって感じですよね。やべえみたいな、急に収束しちゃった、どうしようめっちゃ注文しちゃったよ、これからめっちゃ来るけどこの自転車どうするっていう状況でございます。そういう、状況のメーカーさん、パーツメーカーさんがとても多いのが現状でございます。もうね、このねご時世も何がどうなるかもうわかんないのよね。メーカーもね、パーツメーカーもね、まだまだ来るだろうと思ったらなんか収束し始めちゃって、でも工場は止まらないから、急にやめたらできないから、もう作り終わるまでもうガンガン作ってで、メーカーさん的にはもういらないんだけどもう来ちゃうからこいつらどうしようみたいな、そんな感じでございます。ちなみに全メーカーは僕も把握してないんですけども、ロードバイクよりもクロスバイクとかエントリーロードなんかがですね、結構在庫潤沢に余ってるところもあるそうです。それに加えて、世界的にインフレやばいじゃないですか。もうめっちゃ給料バンバン上がって、物価もバンバン上がってみたいな、もうアホみたいなことになってて、もうみんな自転車とか買ってる余裕がない。そんな人が今たくさんいます。日本はね、なんか物価ばっか上がって給料上がんねえなみたいな、もう全然ダメじゃんみたいな、結構大変な状況にはなってるんですが、そんな状況もあって、ロードバイクとかスポーツバイクの需要の鈍化につながってしまってると。そんな感じだと思いますと。いうふうに伝えておきますね。そんなわけで、風の噂とかでね、いろんなメーカーさんが、大手のメーカーさん含めてですよ、大規模なリストラをしたりとかしてるところ、皆さんも耳にしたことあるかもしれませんね。なんとかね、潰れないようにいろんなメーカーさん頑張ってですね、会社を維持するために様々な施策をしています。ロードバイクの需要が鈍化しているのか、それともコロナ前に戻ったのか、その辺はね、僕もよく分かってないですけども、少なくともですね、大量に作ったってことは大量に売らないと、お金を回収しないとですね、会社存続できなくなっちゃうので、結構みんなピンチなわけですね。それはもちろんその生産してくれた工場の支払いだったり、当然従業員の支払いだったりっていうのがあるんですけども、売らないとお金にならないからね、みんな結構ヒーヒー言ってるわけでございます。そんな理由もあって、大手メーカーさんなんかはですね、日本でもそうですね、もうバンバン店舗増やしてますよね。直営店増やしてるメーカーさんちらほらあると思います。ネットで売る、
メーカーさんもあれば、店舗で売るメーカーさんもありますけども、直営店をバシバシ増やして販路を広げる。お店に来てくれた方が自分のメーカーの自転車を買う、ウェアを買う、アクセサリーを買うっていうね、トータル的に自分のメーカーのファンになってもらうためのですね、施策、販路をね、増やしているところも結構あります。今後はですね、どんどん売らなきゃいけない。そんなわけで、僕の予想ですよ。わかんないですけどね。すでにね、やってるところもありますけども、新車を含めた、セールとか、ウェアつけますとか、ボトルつけますとか、そういった何か付加価値をつけてですね、どんどん売るためにね、メーカーさん、販売店さん、頑張るんじゃないかなと、僕は予想しております。アメリカさん、ヨーロッパさんもやばいと思うけど、日本うちもやばいんですよと。もう何もかもが値上げあれ給料はみたいな、そんな状況が結構続いていてですね、もうね、そこまで頭回らないっていう人がね、ほとんどかなと思います。円安とかもちょっと落ち着いてくると思うけど、そういった影響もあって、やっぱり金額も爆上がりで結構きついよね。最近の自転車事情って実はそんな感じです。もうパーツ不足ってのはだいぶ解消されているんですが、在庫めっちゃ抱えちゃってるっていうところがとても多いのが現状でございます。僕はですね、世界的な自転車ブームの鈍化っていうのはずっとではないのかなと思います。ロードバイク、クロスバイクは今はきついかもしれないけど、電動自転車なんかはやっぱりバーンとね、堅調に伸びてると思いますし、正直そのメーカーさんの踏ん張りどころなのかなと思ってます。僕もですね、こんな苦しい時だからこそ、自転車って楽しいよね、みたいな、こういった情報発信をですね、継続的に続けようと思っておりますし、今もね、やっておりますし、バイクもね、全然、買いますよ。買いますし、パーツも買いますし、みんなにね、自転車の魅力っていうのはね、継続的に変わらず伝えていくつもりでございますけれども、少しでもね、自転車が売れて、メーカーさん、もちろんユーザーもですね、幸せな時間が過ごせるように祈っておりますということで、はい、幸せな感じで締めました。今回の自転車ニュースは以上でございます。はい、皆さんはね、この現状どう思うでしょうか？どうすれば良くなるかなとかね、何か書きたいことあったらコメント欄に書いてください。もしもためになったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。